たつこんにちは、ポンポテトです。今日もデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。じゃあですね、ポジションエディットミッドフィルダー編やっていきたいなと思います。前回までの動画ね、今回中盤編ですよって感じですね。今までの動画に関しては概要欄から載っけておきますので見ておいてください。ということでさっくり今回もねまとめてきました。で最後にはね全部今までのも含めてまとめておきたいなと思います。よろしくお願いいたします。早速いきましょう。まずは中盤のところなんですけども、今回センターミッドフィルダー、左側のセンターミッドフィルダーですね。ここを見ていきますよという感じです。通常の位置がこの辺ですねという感じで、ここからですね今度一番下まで、サイドの下まで下げてみました。こうなります。この広がって今下がってっていうの分かりますかね。若干ね、はいこんな感じですよと。思ったより下がんないですね。はい、今度は一番上まで上げてみました。まあ多少ね上がっていくっていう感じですかね。で今度はちょっと中盤のとこね持っていきましたよと。でまあ多少下がっていくと。ここはちょっとだんだんね連続的に見ていくんですけど、まあ微妙に変えるとね微妙には変わるんですけど、まあ微妙っちゃ微妙な感じで、ここまで来ると一番上曲げてあんま変わんないというような感じにはなっていましたね。はい、次行きましょう。今度はこれレフトミッドフィルダーでしたらどうなるか。時間はかかったんですが、ここからですねこんな感じでサイドに広がっていく。まあここの時間はオフェ戦とかの影響かもしれないですね。はい、こんな感じでサイドに広がっていくって感じになりました。でこれを一番下まで下げるとあんま下がんなかったんですよね。これもしかしてと思ってですね、このサイドバックをですねちょっと別の場所にもう右側に持ってきました。そうすると下がりましたね。要は敵とか味方とかの位置によってもちょっと変わるぞということですよね。でこの状態で一番上まで上げてみたんですけど上がんなかったんですよ。ここは上がってくれないで、サイドバックがいないとあんまり上がんないという感じ。あとサイドバック戻して真ん中に寄せた時ですね、まあ多少中に寄ってきてるっていう感じにはなりましたね。はい、次ですね。ウィングにしたらどうなるんだというところですね。こんな感じでぐわーっと上がっていきますよね。フォワードと同じような位置まで上がっていくという感じになりました。で、一番上まで上げてみたんですけど、ここね動かなかったですね。なのでここはフォワードの時と同じような感覚なのかなとは思いますね。はい、で次はですねボランチのところですね。一番下までボランチにしてみました。まあこんな感じで下がってきますよと。今までの中で一番下がってますね。はい。でこれでボランチの一番高いところまで持ってくるとこんな感じで、まあ微妙に上がってはいくけどっていう感じになりました。でこのボランチをですねセンターミッドフィルダーにしてみました。そうするとやっぱ上がりますね。はい、こんな感じでね、上がっていくという感じになりました。で次ですね今度 OMF のとこですね。センターミッドフィルダーを OMF にしたらどうなるのかって感じなんですが、ここですねあんま変わんなかった。まあ微妙に高い位置なのかなって感じではありますけど、そんなに変わんない。でこれを一番上まで上げてみたんですけど、ここもねまあ多少上がったっちゃ上がったんですけど、あんまり変わんない感じになりましたね。でちょっとなんだろう、今までこう見てきた中でやっぱ見た目とポジションエディットのこうギャップがあるような感じってありますよね。僕のイメージであるんですけど、ちょっとまとめてみたんですけど、ボランチはちょっとこんな感じ、横幅はあるけど縦あんまないイメージで、センターミッドフィルダーに関しては、まあ、縦もまあ多少あるけど横幅がねこんな感じになっていると。で OMF に関してはセンターミッドフィルダーとほぼほぼかぶってるような印象、若干高いかなぐらいの感じですかね。でサイドミッドフィルダーに関してはこんな感じで、まあ狭い範囲ではありますがこんな感じになっているのかなという感じですね。これ自分であれなんですけど、これ分かりやすくないあくまでまあイメージではあるんですけど、あとはこのさっきもやりましたけど周りの味方とか敵のポジションとかねフォーメーションとかによっても変わってくると。でそこに加えてさらにチムスター、あとはプレイスタイルとかね、でこの中にいろいろもうとんでもねえないろいろ考えてるとなので機械的にならないようにされてんのかなっていう感じがしました。もうその辺はもうほんとコナミさんにあっぱれって感じなんですけど、はい、というところでもう今日は
結論です。ポジションエディットは基本的なプレイヤーの意思、その上で試合中はその場の判断が必要とします。はい、ということでね、いろいろ見てきましたけども、センターフォワードとかそのあたりに関しては詳しいところは概要欄見ていただければと思いますが、今までのねところも含めてちょっとまとめておきたいなと思います。フォワードに関してはね、横幅自体はね意味あったような感じ、縦はねあんまり意味なかったなっていう感じでした。ディフェンスに関しては昨日の動画ですが、味方との相互関係とかね、そういうところが結構大事ですよというような感じ。高さはねあんま変わらなかった。サイドバックは若干変わったかなって感じではありましたけどって感じでしたね。右側にいるのか左側にいるのかみたいなところが重要な感じになっておりました。はい、でミッドフィルダーは今回ですけども、縦も横もねある程度意味はあったのかなという感じですかね。ただそれよりもですね、全体的に言えることとしてチームスタイルとかプレースタイル、あとは味方的なフォーメーションとかといったところによってもだいぶ変わってくるんだなというところがですね重要だったのかなと思いました。であとは試合中の判断がより重要になってくるんだなというところになってきましたね。その上でですね、今回出したこういったものを参考にしながらですね、見ていただければなと思います。なので役割とかね、今回特に言うと今回役割ですよね。ボランチなのかセンターミッドフィルダーなのかによってもだいぶ変わってくるというところが分かりましたから、そういったところはですねぜひ押さえておいていただけるといいかなと思います。であとはチーム全体で言うとですね、前回の動画でも言いましたけども、チームスタイルですね、チームスタイルでだいぶ大きく、このポジションエリートの役割も変わってくるぞというところはですね押さえておくと良いのかなと思いますね。ちょっと具体的に話していくと、チームスタイルによってポジションエリートのなんていうのかな、考え方、っていう感じが変わってくるのかなというところなんですけど、例えばショートカウンターとかロングボールに関してはですね、ポジションエリートに結構忠実に動いてくれますから、前線がね動いてくれますから、ポジションエリートの時点で数的優位の場所っていうのを作りやすい、自分の強みはどこかっていうのは明確にしやすいっていうのが一つポイントにはなるかなというところで、ロングカウンターとかに関してで言うとですね、くさび縦パスの入れやすさが大事なので、そういった役割になっているかなとかいうのも大事になってきます。でポゼッションとかサイドアタックに関してですね、やっぱバランスよく配置できているのか、パス受けとかサイドに広がるのを邪魔するようなエリートになっていないのかとかいうところがですね結構重要なポイントになってくるかなと思いますので、参考にしてみてくださいという感じですかね。はい、ちょっとなんだろう、何よりもですね自分なりの答えっていうのが出しておくのが大事なのかなと思います。その中の参考の一つにですねこういうものをしていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ここから雑談になっていきます。今回ですね、ポジションエディット結構やって、しっかりね、がっつりやってきたんですけど、ポジションエディットもやっぱ面白いっすね。なんだろうね、どこでも同じような感覚というか、同じ感じなのかなと思ってたんですけど、ポジションによってもね、全然違うし、ボランチ中盤なのかとかでも全然違うというところ、あと今回で分かったのが、味方と敵とこの相互関係とかね、いうところですね。毎回それは違う試合になるよね。それは能力ももちろん大事なんですけどね。その上で、チームスタイルとかも大事ですよという感じになってきました。であとはですね、能力がポジションに影響あるのかみたいな話になってくるんですけど、これ僕の考え的にはあるけどないが正解なのかなと思っております。というのも今までの検証でもですね、オフェンスセンスの検証やりましたけど、こういったところでもですね、反応速度とか変わってくるという感じなので、要は能力が高いとですね、素早くその位置につける、もしくはスタートできるというようなイメージで、結果いいポジショニングになっているということが正解なのかなと思います。ただ、能力低くてもですね、やろうとしていること自体は同じっぽいかなというのが僕の考えになりますので、皆さんの考えもあればコメントで教えていただければなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かったら、参考になったら、面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日ねポジションエディットについてやってきました。なかなか深いですけどもね、また新しい開幕にもなりますからね、頑張っていきましょう。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。